本日はできる経営コンサルタントになる近道と題しましてお送りします。皆さんこんにちは、中尾正和です。本日はできる経営コンサルタントになるノウハウについてお話ししたいと思います。私が9年間かけて構築してきたそのノウハウを公開します。それでは今日の目次です。1、私は売上を上げる組織づくりの専門家です。2、20年にわたる広告代理店経営。3、代表取締役辞任と広告代理店の倒産。4、なぜ私が経営コンサルタントになったのか。さて、今更なんですが、少し私、中尾正和の自己紹介をさせていただきます。私は経営コンサルタントなんですが、もう少し補足しますと、売上を上げる組織づくりの専門家として企業をご支援しています。経営コンサルタントには、資金を調達してくれるコンサルタントもいれば、経営戦略を考えてくれるコンサルタントもいます。その他には、人事や人材に関する指導など、企業経営の悩みは多岐にわたりますので、それぞれに得意分野を持たれたコンサルタントがいます。私は売上アップにコミットした経営コンサルタントです。事例としましては、まず1つ目、取引顧客が300社だった企業を6ヶ月で600社に増やしました。事例その2、年収2億円弱だった企業を毎年5000万ずつ売上を増やして4年で4億円に。その3、年商5000万を1年で年商5億円の規模に成長させる。ね、ちょっとすごくないですか？実際に売上を上げられたのは私じゃなく顧問先企業なので、本当にすごいのは顧問先の企業様なんですけどね。で、実は前職では20年間広告代理店を経営していました。現在の経営コンサルタントとしてのノウハウもその当時の経験が元になっています。その当時は良い仕事をすれば顧客は自然に増えていく、お客さんが口コミや紹介をしてくれてどんどん増えていくはず、そう思って品質にこだわった仕事をずっとしてきました。10年目には売上は年商で10億円を超えました。そして銀行の担当の方に質問されたんです。社長、今期の売上目標はいくらですか？その当時お恥ずかしながら事業計画も作ったことがなかったので答えられなかったんですね。ただ前期の実績が 120% アップでしたので、銀行の担当の方から今期も 120% アップぐらいですかねと聞かれて、適当にそうですねって答えたんです。売上が10億円の 120% なので12億円、そして事業計画を作り始めました。するといくら計算しても3億くらいにしかならないんです。あれおかしいな。毎月定期的にお仕事をいただいている企業の売上を足し合わせても何度も計算しましたが10億もいかないんですね。そうなんです。紹介で売上が上がっていたので計算ができなかったんです。このままではいけないと、ここから私の10年に及ぶ営業の研究が始まったんです。誰にでもできる社員みんなで分業化して、そして安定的で継続的に、そして自動的に新しい顧客を創出して勝手に売り上げが上がっていく仕組みが作れないのかな。そうやってたくさんのお金と時間を使って研究の成果を実践に試しながら、次々と現れるいろんな課題を解決しながら取り組みました。そして後に18億円という年商を達成したんです。しかしリーマンショックや東日本大震災などいろんな外的要因が会社を襲ってきます。薄利多売のビジネスでしたので経営は決して楽ではありませんでした。そうこうしているうちに役員報酬をめぐって経営陣で紛争が起こりました。役員はプレイングマネージャーである代表取締役社長の私と株主で非常勤役員の2人。非常勤役員の役員報酬が高いと外部から指摘されて減額を検討したのですが、これが紛争の始まりでした。で、細かいお話はここではできないんですが、株をたくさん持っているのは非常勤役員、株式会社ですので株数が多い方の意見が勝つんですよね。なので株式を買い取る話などもあったのですが、交渉の途中から一切株は売らないという話になり、法律上この話に私の勝ち目はないということで、私は代表取締役を辞任しこの会社を去ることにしたんです。そして私がこの会社を去った11日後に倒産が発表されたんです。この倒産は私も友人から電話で聞かされて呆然としたことを今でも鮮明に覚えています。
本当はもう一度その会社に戻りたいという気持ちがあったことを、私自身の本音を知ったのもその時でした。もう後戻りはできません。私はこれからどんな仕事をしていこうか、もう一度広告代理店を立ち上げるのか、新しいビジネスを始めるのか、今の自分には何があるのか、他人の人が持っていなくて自分だけが持っている優位性は何か、いろいろ考えましたが、それは20年間の広告代理店経営の経験と10年間に及ぶ営業の研究でした。そうや、このノウハウを経営者の方に伝えていこう、そう考えました。これから私がやろうと思っている仕事を職業に当てはめると何だろう。経営コンサルタント、なんかうさんくさいな。経営ノウハウ伝道師、かっこ悪いですよね。社長の夢プロデューサー、あかん。余計うさんくさくなっていく。それだったらうさんくさいと言われない仕事をしようと決意して経営コンサルタントになりました。そして経営コンサルタントになって9年、たくさんの経営者の方のお悩みを伺い、そしてたくさんの経営者の方に逆に支えられて今日までやってきました。実はこの長引くコロナウイルスの影響で友人でもある経営者が会社を畳むことになったんですね。あんなに頑張っていたあいつがなんで。私は震えが止まりませんでした。すぐに友人に電話をしまして、どうしたんや、何があったんや、矢継ぎ早に質問をしました。友人はコロナウイルスの影響で会社を畳むことにしたんや。そして私は、なんで相談してくれへんかったんや。私は大きなお金を貸してあげることはできないですが、会社を立て直すために一緒に頑張ってあげることはできたはず。友人と同じようにこの大変な状況で困っている経営者は多いはずです。で、友人はボソッと言いました。友達のお前にこんなかっこ悪い相談できひんやん。私は無力さを感じました。私一人では結局何もできない。一人でも多くの経営者を支えるためには、一人でも多くのできる経営コンサルタントの力が必要やって感じたんですね。だから私が研究してきたノウハウを同業者の経営コンサルタントに共有したい。そうすることで間接的に日本の中小企業が儲かる、日本の中小企業の社長の支えになれたら、そんな思いで一冊の本を書き上げました。そのタイトルは、できる経営コンサルタントになる近道。私が顧問先に提供して実際に多くの会社が売り上げを上げてきたノウハウを本にして公開します。経営者の方にも実践でできる内容ですので、ぜひ読んでいただいて売り上げを上げていただければと思います。概要欄に Amazon で販売しているリンクをお付けしますので、ぜひそちらの方でご購入いただければと思います。今日の動画はここまでです。今日の動画が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。